皆さんこんにちは。このアウディに ZSS の車庫帳を取り付けて200キロぐらい鳴らし運転しました。足回りが馴染んできた頃なので、車高を調整してみたいと思います。全長調整式で、リアはトーションビームの調整をやったことがないので、推奨のセッティングをメーカーに問い合わせてみたのですが、データがないと言われまして、レバー比などもわからないということだったので、原車合わせでやってみたいと思います。経験と勘だけで調整してみます。また、詳しい方が見えたら、コメント欄にでもアドバイスよろしくお願いします。それでは作業に取り掛かろうと思います。フロントの右からやっていきます。砂ぼこりやゴミを落とすためにコンプレッサーとエアガンを用意します。充電式のブロワーなんかでもいいと思います。コンプレッサーやエアガンがない場合は歯ブラシか細くて柔らかいブラシなんかでもいいと思います。今回はエアガンを使ってネジ山を掃除していきたいと思います。しっかりと砂やゴミを落とさないと噛んでしまってシートが動かなくなってしまうので念入りに掃除しておきます。シートを回しやすくするためにネジ山に潤滑油をかけておきます。メジャーで測ったところシート間は 65mm でした。全下げするのでロックシートを一番上まで上げておきます。車庫帳レンチで一番上のスプリングシートを右から左へ回すとロアブラケットが短くなります。ストラットの全長が短くなるということは必然的に車高が下がるということですね。車高を調整するのにレバー比というものが重要になってくるのですが、理論値を計算するには例えば調整を 10mm とします。上げでも下げでもどちらでも構わないですけど、レバー比が1ならば 10×1 は 10mm ですね。レバー比が 1.3 とかの場合は 10×1.3 13mm になります。この車庫帳ではレバー比がわからないのでメジャーで測ったところ約 51mm 下がっていたので逆算するとレバー比は 0.8 となりますね。フロントはノーマル車高と比べて約4センチから5センチのダウン量となりました。18インチを履かせてハンドルを切った時にインナーに干渉しないか調べてみます。暗くて分かりにくいですが、ハンドルを切った感覚では当たった感じはしません。手が入らないので段ボールを突っ込んでみて干渉がないか調べてみます。フロント側の左右前後を調べてみましたが、インナーの干渉はなさそうでした。ただバンプした時にインナーが当たるかもしれないので、減衰力調整は24段階中マックス固めから2段柔らかめにしてます。ローダウンさせるとやっぱり少しネガティブキャンバーになりますね。タイヤが少し内側に入りましたが、これは想定内です。また辛い位置にしたいなと思った時はスペーサーでもかわします。リア側は全下げの状態になっているので18インチのアルミに交換します。この状態で最低地上高がどれくらいなのか調べてみます。これは自作で作った9センチの板です。日本の保安基準では最低地上が9センチ以上確保できていればいいので、この自作棒を突っ込んで調べてみます。最低地上高9センチは日本だけのことなので海外在住の人は気にしなくていいです。一番低いところは真ん中あたりのカバーみたいなのがついているところが一番低いですね。メジャーで測ると地上から 8.5 センチぐらいでした。フロントとリアを全下げした状態がこちらなんですけど、リアのタイヤがかぶっているので少し品がないので、リアは車高を上げたいと思います。リアのショックとロアアームを外すのにモンキーと 18mm のレンチで外していきます。ショックアブソーバースタビリンクロアアームの外す順番が違うかもしれませんが、外れれば OK です。ロアアームのボルトとショックアブソーバーのボルトを外してもスタビが効いていて、ロアアームが下がりきらないためスタビリンクも外しておきます。スタビを留めているボルトナットを 16mm のメガネと 5mm の六角レンチで外します。スタビリンクを留めているボルトナットはモンキーと 13mm のレンチで外します。下の3箇所を外すとロアアームが下げれるのでアジャスターを外すことが容易になります。調整する前にネジ山を掃除しておきます。
潤滑油をかけておくといいですね。ロックシートが六角で止まっており、5mm の六角レンチで緩めておきます。リア側のレバー比も 0.8 を想定して 30mm ずらします。理論値の計算では 30×0.8 イコール 24mm、 約 2.4 センチ上がる計算です。ですが誤差があるので、必ずしも計算通りぴったりといくもんではないですね。ロックシートを固定したらアジャスターを元に戻していきます。次はショックのネジ山をきれいに掃除しておきます。ロックシートが少し硬かったので、マイナスドライバーをハンマーで叩いて緩めます。ショックの長さ調整なんですけど、ここは私も戸惑いました。約 60mm ぐらい長くしまして、バネが沿わない位置に合わせてみました。この方法が正しいかわからないですが、ストロークの伸びきりや底付きさえなければこれでいいと思います。リアの減衰調整はメーカーから上についていると聞いていたんですが、下側にダイヤルがありました。リア側もマックス固めから2段下げています。反対側も同様の設定で調整したので戻していきます。余談なんですが、足回りのセッティングっていうのは奥が深くてとても難しいなといつも痛感します。理想を追い求めても納得する足回りになかなか近づけなくてですね、ほんとセッティングは悩みどころです。皆さんはどうですかね。多少やっぱり妥協しているんですかね。話は戻りますが、前後ろ全下げで試しに走ってみたんですが、後ろからコツコツとかコトコトとか異音が聞こえてきたんですね。フロントは全くそういった異音とかはなかったんですけど、リアはちょっと気になっちゃいまして、ショックの長さが合ってないような気がしまして、リアの車高を上げた時にショックの長さも長くしてみて、異音が消えるのかどうか試してみようと思います。異音がしなくなればショックの長さが妥当だと思います。このアウディ A3 の純正マフラーは太鼓がすっごく薄くて、車高をべったり落としても駐車場にあるような車輪止めとかに全然当たらないです。これだけ薄っぺらい太鼓にするってことは車庫端用に作られたマフラーなのかなと思ってしまいますね。さすがアウディだなと思います。フォルクスワーゲンのポーランド製ですかね。アウディの創設者はアウグス・ホルヒという方で、1910年にアウディと名付けたのが名前の由来だそうです。現在はアウディの株式の 99% 以上をフォルクスワーゲンが持っているので、今現在は完全にフォルクスワーゲングループの一員だそうです。また話が脱線してしまいましたが、リアはまだ馴染んでいないので指1本入りますね。フロントは指1本半ぐらいですね。馴染んだら少し落ちるかもしれませんね。自作棒で測るまでもなくスカスカですね。一番低い箇所で約 11.5 センチぐらいだったので、これならどこにでも行けるような感じがしますね。フロントは全然落ちてないように見えるんですけど、これでも4センチぐらいは落ちているので、これぐらいがベストだと思います。タイヤとフェンダーの隙間はだいたい1センチぐらいでした。リアは少し馴染んでフェンダーとタイヤの隙間がないぐらいです。こちらは比較してみたんですけど、上段がフルノーマルの状態で純正アルミが16インチです。下段は約4センチから5センチのダウン量で18インチアルミです。このアウディは FF なので、前輪駆動の場合、前下がりの前傾姿勢の方が重心が前にかかり、トラクションがかかりやすいので、その方がいいのですが、前があまり下がらなかったので、まだケツ下がりの状態ですね。それからリアの異音問題なんですけど、コツコツとかコトコトとかの異音がなくなりました。この ZSS の車庫長の性能はどんなものか走行してお伝えしたいと思います。街乗りでの乗り心地では全然悪くないです。バネレートはフロントが9キロ、リアが5キロでそんなに硬くないですね。
18インチの40扁平のタイヤを履かして減衰力は固めでもストレスは感じないです。段差の衝撃なんかはノーマルに比べたら拾うんですけど、全然気にならないぐらいのレベルですね。私自身が今までつけてきた車高の中で一番乗り心地がいいんじゃないかなと思います。ビルシュタインやテインとか有名なメーカーの車高と何ら遜色ない感じがします。減衰力調整が若干固めなので多少の段差は跳ねますが、柔らかめにセッティングすればだいぶ良くなると思いますが、バンプした時にインナーハウス内をタイヤが干渉したりするのが問題なので、私は固めの設定にしておきます。ダウン量も 4,5 センチぐらいなので、段切り走行とかあまりする必要はありませんね。段切り走行というのは段差を斜めに乗り越える走行のことです。次に走りについてなんですけど、ワインディングロードを走ってみたいと思います。加速や制動がダイレクトにはっきりと挙動が伝わる感じがします。アクセルベタ踏みでフル加速した時にしっかり地に足をつけて踏ん張る感じがしましたね。制動の方はブレーキングした時にフロントに荷重がかかる感覚がしっかりと伝わります。コーナリング性能の方はコーナーの進入速度が少々速くてもアンダーが出にくくなったような気がします。もともとドイツ車はボディ剛性も足回りも作りがいいのですが、プラスアルファで人馬一体になれたような感じがします。ハンドリング性能も向上してステアリングを切った時の切り角度が自分が思った方向と同じように曲がってくれます。足回りを交換すると意のままに車を操れるような感じがして、こういったワインディングロードとか走っているとめちゃくちゃ楽しいですね。サーキットや峠なんか走ったら最高に楽しいですよね。この ZSS の車高なんですが、値段も安いですし性能もとても良いのでコスパがめちゃくちゃいいですね。欠点も2点あります。一つはメーカーさんのサポートがデータがないがために問い合わせてもよくわからないという回答だったので、アフターフォローはあまり良くないかなと思います。もう一つは耐久性の問題ですね。走り方によるとは思いますが、何年持つのか何万キロ持つのかは分かりませんので、寿命が来たらまたレビューをしてみたいと思います。足回りは消耗品なので少しオーバーホール時期が早くなったとしても値段が安いので全然納得できますね。今のところは買ってよかったなと思いました。今回車高の調整と車高調のレビューが一緒になってしまったんですけど、これからもこのような動画で誰かの役に立てるような動画を投稿していこうと思いますので、ぜひいいねボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。私の動画を見てくれている方は同年代ぐらいの人が多いんですけど、心優しい人が多いせいか嬉しいコメントをいただけたりするので、本当にいつもありがとうございます。励みに頑張って投稿していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。